カトマンズの喧騒を離れて車で約1時間、たどり着いたのはネパールの古都バクタプル。ヒマラヤ交易で栄えた王都の一つです。そして今ではネパールを代表する世界遺産、王宮と寺院が集まり、中世ネワール文化の中心だった場所です。この入ってすぐ右にある寺院は音楽の神様の寺院で、実はこれを真っ二つに切るとネパールの国旗の形と同じなんだそうです。向こうに見えるのがパレス王宮です。ここはアートミュージアムです。タカリというマンダラの絵があるんですけれども、それはここで主に描かれているそうです。そしてこれが芝寺院です。見てください、大きいですよ。この広場の周りは1934年の地震で結構いろいろなものが壊れてしまったので、再構築されたものが多いそうです。そしてあそこに鐘があるんですけど、昔コミュニケーションの方法がなかったので、なんかみんな困ったこととか話したいことがあるとあの鐘を鳴らして村の人たちが集まったそうです。それからこのバクタプールは、あとこの細かい木の木彫りで有名だそうです。ここはなんと生贄の動物を燃やすところだそうです。今でもしてるらしいです。これはジュージューダウというなんかヨーグルトです。美味しい。ここで作ってるそうです。まろやかで、ちょっとなんかグリックヨーグルトのもうちょっと味が甘い版みたいな感じ。美味しい。このガイドさんとても良かったですよ。今1時です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。ここはネアリコーヒーショップと言います。伝統的なネパールのお料理が食べれます。これはヨマリというデザートです。なんか一応ダンプリンって書いてあったんですけど、大きいですね、一つが。でこれ2種類あって、チャクヨマリとクワヨマリというのがあります。チャクは、サトウキビのジュースが入ってるらしい。そしてクワの方はなんかミルクっぽいのかな。はい、では食べてみましょう。早速ハエが来た。こっちの白い方、クワの方は、やっぱりちょっとミルク製品、乳製品っていう感じで、ヨーグルトまでは酸っぱくないんだけど甘くもなくて、なんかウイローの味の薄さです。よくわからない味では、これからナガルゴットに行くバス停まで15分ぐらいと言っていたので、ガイドさんが歩いていきます。あれが有名な、そうこれさっき食べたやつ美味しかったです。繁華街というか商店街みたいなところに出てきました。すごいな、排気ガス。これから向かうのは標高およそ2000メートルのナガルコット。明日の朝雲海が見えることを願って出発。バスでバクタプルからナガルコットまで来ました。なんとマイクロバスの料金は75ネパールルピーでした。道中結構ガタガタでしたけど、でもそんなに40分ぐらいだったので、そんなに辛くなかったです。それではこれから宿の方に歩いていくけど、すごい田舎ですよ。ここナガルコットの街なんですけど、ホテルとか多いですね。あそこにミニマートがあります。なんかあそこに人が集まっている。今あそこのミニマートでビールとお水を買ったら、中のおじさんが日本語がベラベラでした。で今その日本語が喋れるお店のおじさんに雲海リゾートのことを聞いたら、そこは遠いけど眺めは綺麗だよって言われました。
雲海リゾートって地球の歩き方に載ってたんですけど、一応 E メールでも問い合わせしたんですよ。で、部屋によって値段が違くて、上に行こうと10ドルごと上がる。で、ドミトリーだったらめちゃくちゃ安いのに、部屋だと一番下で30ドル、30何ドルから始まって上に行くと70ドル近いので、で、暖房も効いてないし、やめてしまいました。これから行くところは、1泊9ドルでプライベートバス付きです。ちょっと、ここ砂ぼこりすごい。今、だからサングラスかけました。ここからずっと上り坂だと思います。ところにツーリストバスが止まっています。カトマンドゥ大体見て回ったんですけど、いろんな旅行の仕方があると思います。まず最初にホテルの人に聞いたら、3日間プライベートカーで行きたいとこ連れてってもらって、全部でディスカウントでも220ドルと言われました。でもそれはちょっと高すぎると思って、こう自分なりに一生懸命インドライブリというライドシェアのアプリを使ってやったら全然安く済みました。それにいろいろできて面白かったですよ。ここをいろいろリゾートに行く道が分かれてるみたいで、私のはこれです。サンライズポイント。あともう少しだ。このビール初めて飲みます。これはバフモモです。小籠包にちょっと似てるけど、このソース辛いんですけど、これ味ついてます。これがチキンモモよりこっちの方が私は好きです。おはようございます。今ナガルコットの朝です。残念ながら雲がかかっていて6時の朝日は見れませんでしたが、今ちょっと雲の上から太陽がこう照ってます。夜めちゃくちゃ寒くてね、この格好で寝ていました。今も寒い。すいませんね、こんなもう熊できてるし。でも一応眺め、朝からビデオを撮ってみたので見てください。ホテルの人がここまでバイクで送ってくれました。パノラミックビューポイントというところまで歩いていこうかと思ったんですけど、ホテルの人曰く午前中は今日はずっと曇ってるから景色はこれと変わらないよ、どこに行ってもと言われたのでやめました。午後まで待ったら多分晴れるよと言われました。もしナガルコットに来ることがあれば、カトマンドゥから午後12時とか1時にナガルコットに着くようにして、ナガルコットのトレイルを午後に回って、そして一泊して朝日を見て、そのままバクトプルとか、もう一つ私が今行こうと思っているところに行くというプランの方がいい感じです。私は逆にしてしまいました。失敗。仕方ない。私はこれからチャングナラヤンという寺院を見に行きます。そこも世界遺産です。ホテルの人に聞いたんですけど、ここからまたマイクロバスに乗ってテルコットというところで降りて、そこから歩いていけばいいと言われました。帰りはどっかから多分カトマンド行きのバスが見つかるよと言われましたので、それで挑戦してカトマンドまで帰ります。このバスで行けるそうです。バスがなかなか出ないようなのでビューポイントに行くことにしました。ナガルコットにせっかく来たので、やっぱり綺麗な風景を見に行ってみます。歩いて45分です、片道。やっぱりビューポイントに向かっているのでひたすら上り坂です。いつでも綺麗なものを見るときには登らなければいけない。なんか着いたようです。
高校生の遠足みたいな子たちが上にたくさんいる感じ。とりあえずこっちから眺めを見てみます。目の前の3台のバスは高校生の遠足だっぽいです。今みんな乗ってまたこれからどっか行くみたいですね。展望所まで来ました。ちょっと雲がかかってるんですけど、後ろにヒマラヤ見えます。ほら、よかった、見れた。歩いてきた甲斐ありました。あそこにネパールの旗がありました。見てください。長方形じゃないんですよ。三角形2つ。あれはヒマラヤの山を表しているそうです。そしてネパールの2つの宗教、ヒンドゥー教と仏教が融合していることも示しているそうです。そして上にはヒマラヤが見えてます。雲がかなり速い感じで移動してるんですけど、また見えなくなってきちゃったので、はい、帰ります。とりあえず来てよかったです。ヒマラヤ山脈すごい見えてよかったです。でもどれがどの山なのかさっぱりわかんないんですけど、でも綺麗でした。そしてネパールの国旗もう初めて見ましたよ。三角形2つの。よかったです。来て。この下にコーヒーショップがあるので、お茶を飲みながら風景を楽しむこともできます。見てください。こんな感じです。あ、なびいてるなびいてる。これですよこれ。今テルコットというところでバスを降りて55ルピー払って、でちょっとトイレ行って、これからチャングナラエンテンポルまで歩いていきます。7キロだそうです。テルコットはバクタプルと私が今向く方向に行くのなんか分岐点のところにある村です。あ、すごい、ここ街が見渡せます。くねくね道です。でもあんまり上りじゃないといいな。すごい、さっきからずっとこのくねくね道歩いてるの眺めいいです。すごいよかった。降りて歩いてめちゃくちゃ綺麗ですよ。すごい。なんかわかんないけどトレイルに入りました。大丈夫かな。 OK。 なんかすごい険しいというかハイキングトレイルみたいなところに出てきたんですけど、眺め綺麗です。でも疲れた。参ったな。反対側から来た人が今外人さんでした。多分私のようにハイキングをしてる人だと思います。よかった。これがトレイルのようです。なんかすごいところに家が建ってるんですけど、眺めいいでしょうね。はい、歩きます。このハイキング疲れるんですけど、めちゃくちゃ景色綺麗です。ずっと景色いいです。おすすめ。ナガルコット行ったら絶対ここ歩いてチャングヤラン寺院まで行ってください。またこの砂利道になりました。やった、多分着いた。2時近くです。あそこがカトマンドゥに行くバス停だそうです。やった、だからまたここに戻ってくればよいというわけで、はい、寺院に行きます。やった、町に来ましたよ。これはくるくるやって静かなメディテーションとかするときに音が出るんですけど、チャングナランも世界遺産です。ここは入場料が400ルピーでした。なんかすごい素敵。ずっとこの坂道を登っていくと、寺院が出てくるんだと思います。今から見る寺院はネパールにあるヒンドゥー教ので一番古いお寺だそうです。ここがお寺です。
今までのお寺とは全然違う、やっぱりヒンドゥー教のお寺ですね。ここでチケットを買って入りました。ここが出入り口です。このバスでチャングナランからカトマンドゥまで来ました。ここから歩いてホテルまで行きます。あ、無事も取ってくれた。なんか100ルピーだったんですけど、もしかしたら多めに取られてるかも。でもいいです。1ドルもしない。はい、また同じホテルに戻ってきましたが、今回は1泊21ドルで、朝食はついてないんですけど、で、エアポートの本当は送迎とかもついてるけど、今回はいらないので、はい。この前の部屋よりは狭いですけど、2階なのでいいです。あ、バスルームがいいね。こういうのだ。嬉しい。はい。クラフトビール見つけました。乾杯。これはヒマラヤレッドというクラフトビールです。ここはオーガニックのなんかお店です。いろんなものが入ってるネパール料理を頼みました。私が来た時は誰もいなかったんですけど、いきなり人がいっぱい入ってきました。ここオーガニックのお店で、まあまあでした。私が頼んだみたいのはおかわりできるらしいです。おはようございます。今朝の6時半です。これからポカラに行くんですけど、ホテルでチケットを予約したら、ここまでミニバンで連れてきてくれました。すごいですよ、バス。すっごいたくさんバスありました。今多分20台ぐらい通り越してきましたよ。すごいです。で、私の乗るバスはこのオレンジのバスです。2000ルーピーでした。なんか席はこっち側の方がいいよってホテルのお兄さんが言ってくれたのを勝手に取ってくれたんですけど、なんかよくわかんない。まあいいです。ではとりあえず中に入ります。